皆さんこんにちは。コケラクフィルムへようこそ。今回はゴツゴツした崖にけなげに咲く花をオオカサゴケを使って表現していきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速作っていきましょう。容器はこちらですね。ダイソーのインテリアガラスケースになります。価格は200円になってます。以前の動画でも紹介したんですけれども、普通ガラスになってまして傷がつきにくいっていうのとガラスが薄いっていうのがあるんですけれども、透明度が結構高くてコケテラリウムには最適だと思います。蓋もですね、こういうシャーレ状の蓋がセットでついてますので、もうこれをかぶせておくだけで密閉型の容器ができます。特に初心者の方にはおすすめの容器かなと思います。種類は3種類あって、こちらが高さが5センチのものですね。それとこれが高さが 8.5 センチのもので、今回使うこちらが高さが13センチのものになってます。今回のレイアウトは斜面を作っていくので、前から見て見やすいレイアウトにしたいんですね。なのでこの背の高さが必要かなと思いましたので、一番この背の高いこの13センチのタイプを使っていきたいと思います。はい、シールを取ってですね、一度水洗いをしてきました。透明度も本当に高くてですね、これが200円台で買えるっていうのはなかなかコケテラリウムを作る人間としてはありがたいですね。気泡なんかも全然ないですし、いい容器だと思います。ただガラスが本当にこれ薄いガラスなので、水洗いする時とかも割れないように、あまり力を加えすぎないようにしてもらった方がいいかと思います。では土を入れていきましょう。で、一旦土がずり落ちてこないように、この斜めの状態で水をかけていきます。これでそっとくと斜面ができました。ここに石を配置して、その後毛と土で固めていこうと思います。今日はですね、細かめな溶岩石を使って斜面を作っていきます。溶岩石を砕いたものになるんですけど、他のレイアウトで大きめの溶岩石を使う時にどうしてもこういう端材が出るんですね。で、これもったいないので崖の斜面にしていきたいと思います。まずは石の位置を決めていきます。この中でも大きめな石を最初に設置していきましょう。こんな感じですかね。はい、ではこの位置でいこうと思うので、毛と土で固めていきます。だいたい全体を覆えたような形で毛と土は入れ終わりました。で、今度はちょっと大きい岩があまり見えなくなってるんですけれども、その間のところにですね、小さな溶岩石を詰め込んでいきたいと思います。一通り全部溶岩石は入れ終わりました。ゴツゴツとした斜面が出来上がった感じはありますね。だいぶ今毛と土も水分を含んでるので、ガラスについた毛と土を落とす意味で水をかけていって少し乾かしていきましょうか。溜まってしまった水はスポイトで抜き取って乾かしていこうと思います。はい、だいぶ乾いて毛と土と石が馴染んできたと思いますので、今度は瓶の底の方にベースソイルを入れていきます。
なるべく先ほど作った崖の石のところに触らないようにそっと入れていきます。あまりたくさん入れすぎる必要はないと思います。最低限苔が少し植え付けれるぐらいの量で十分です。この後化粧砂もやりますんでね。今日の化粧砂は何にしようかなってすごい悩んだんですけど、この黒のゴツゴツした崖を目立たせるためにはこれと対象の色を下に入れた方がいいのかなっていうところがありますので、やはり寒水石かな。寒水石を入れていきます。今日使う苔はこちらになります。この大笠苔、これをメインとして崖の雰囲気を作っていきます。崖にですね、ポツポツと咲くお花のようなイメージで大笠苔を植えていきたいと思います。で、よく見るとこういう風にですね、古い株のところからこんな可愛い新芽の大笠苔も出ているので、こういう可愛い大笠苔もどんどん使ってレイアウトしていこうと思います。で、岩場にはポツポツと苔むした感じを出したいので、それに使っていくのがこの細葉沖縄苔ですね。で、これは他の苔テラリウムで使ってたやつでリメイクをした時に一度取り外した苔なんですね。で、取り外したんですけど、きちんとそれを保管しておいたので、これを今回また使っていきたいと思います。それから崖の下の方に植え込んでいこうと思っているのがカモジ苔になります。ふさふさとした印象がありますので、黒いゴツゴツとした崖を下から盛り立ててくれるんじゃないかなと思ってこれを用意しました。あとはピンポイントで波形立ち苔と鳳凰苔、これを入れていってみたいなと思ってます。はい、それではまずこの下の方にカモジ苔を植えていきます。はい、カモジ苔はこのぐらいの大きさにしてこのようにピンセットでつまんで植えていきます。はい、カモジ苔を植え終わりました。だいぶこの下の方が賑やかになって、この黒い岩も際立ったんじゃないでしょうか。鳳凰苔とか波形立ち苔とか少しアクセントを入れていきます。じゃあまず鳳凰苔を植えていきます。鳳凰苔はね、岩にちょっと沿わすような形で植えていくといい感じになると思います。次にこれですね。下の部分が少しこう盛り上がりましたね。いいですね。はい、では次に岩場の崖のところですね。ここに細葉沖縄苔を少し植え込んでいきます。固定した岩を落とさないように注意しながら植え込んでいきます。斜面の植え付けは普通のピンセットだとまっすぐに差し込めないので、先が曲がっているピンセットを使うといいと思います。このようなピンセットですね。植えていくというよりは乗せていくような感じですかね。少しずつ少しずつやっていきます。はい、これで岩肌の細葉沖縄苔を全て植え終わりました。
少しリアルさが増していい感じになりましたね。ではここにオオカサゴケを植え付けていきます。ではまず大きめのオオカサゴケから植えていきます。こういう風に新芽が出ているのがあるので、この方が小さくて葉も綺麗だし可愛いので、これを使っていきます。この小さなオオカサゴケも植えていきます。これでオオカサゴケのある斜面のレイアウトを完成いたします。オオカサゴケっていうのは横から見てもいいんですけど、このレイアウトでいうと真正面から見る姿っていうのもとても綺麗ですので、斜面にして正面から見えるようにっていうアイデアを思いつきました。斜面を作るのも今回やったように毛と土を使って全体を固めてあげると簡単に崩れてくることはないので、こういう形で作っていくと面白いんじゃないかなと思います。容器も背の高いものを選びましたので、正面からじっくり眺めることができるような大きさになってます。あとこの密閉容器の中にオオカサゴケ入れることによって湿度を好む植物ですので、常に開いた状態で綺麗な状態を見せてくれます。是非皆さんもこういうようなレイアウトも挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、今回のコケテラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またいろいろ新しいアイデアを考えて誰でもできるコケテラリウムの作り方をお伝えできるように日夜頑張っていきます。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。では最後にテラリウムの完成動画をお届けいたします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。